こうやってね。はい。これ一瞬で戻ります。いや、エアラクニットね、ほんとめっちゃいいキャラだったので。はい。はい、はい。あー、はい。どうなる？わー、はい。胸のライトが発光します。ポーズ取らせて遊ぶこともできますと。こんな感じになっております。いい顔してるんだよね。センチネルプライム比べると、こんな感じになっております。これを上に上げると、はい。一瞬でオプティマスプライムになるっていう。じゃあ行きますよ。はい。こんにちは。トランスフォーマー1の映画で一番好きなキャラは、メガトロンになる前の D16 スタルケルです。今回レビューするのは、こちらと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 、こちらです。それでは見ていきましょう。って、おいおいおい、多すぎるて、これは。なんと、確か10個ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個です。はい。10個の商品がなんと今日ね、同時に発売されてしまいました。はい。で、なんと皆さん、この動画では、この10個の商品、すべてレビューしていきたいと思ってますので、皆さんはこの動画1本見ればね、今日発売するおもちゃ、すべて把握できます。はい。どんなおもちゃなのかっていうのね。はい。で、もしかしたらこの動画を見て映画見に行こうって思う人もいるかもしれないので、ちょっとネタバレ、なるべくなしでね、行こうかなと思います。はい。もう出てる情報は喋っていきますけど。はい。まあ、ということでね、本当に、いろんな種類のおもちゃが発売されております。例えば、こちら、アルティメットパワーチェンジオプティマスプライム。これは、もう段階的に、本当に映画のね、今回の醍醐味であるオライオンパックスからオプティマスプライムへの、まあ、こう、進化というか、はい、その過程を実際に楽しめるっていう。で、さらに、まあ、玩具オリジナルモードとかもあるし、ちゃんとビークルモードにも変形します。はい。で、あとこれ面白そうなのが、ラッシュバトルっていうおもちゃなんですけれども、この、最近流行ってるじゃないですか。なんか戦う系のバトルホビーみたいな。それのやつです。はい。が、2つ出ております。セットのやつね。はい。ので、これも面白そうです。で、あとは、こちら、エネルゴングローバンブルビー。はい。っていうやつなんですけれども、これは、まあ、発光ギミックがある、ね、バンブルビーのおもちゃになっております。で、バンブルビーもう一個、こちら、デラックスクラスのバンブルビーが出てますね。はい。そして、デラックスクラスのセンチネルプライム。はい、こちらが出ております。はい。で、あとは、コグパワーチェンジだね。はい、コグパワーチェンジの、ついに、はい、オプティマスプライム来ました。で、はい、エアラクニットもなんとね、こちらコグパワーチェンジになってるという、めっちゃ印象的なね、キャラでしたので。はい、そして、あとは、メガトロンとセンチネルプライムも、はい、しっかりとコグパワーチェンジになっております。で、前に発売されたね、このトランスフォーマー1の商品とも、比較して見ていきたいと思います。それでは早速、中身取り出していきましょう。はい。ということで、今のところね、発売されているすべての、トランスフォーマー1のおもちゃ並べると、こんな感じになっております。すごいね。いや、というか、オプティマスプライムが多すぎる。1、2、3、4、5、6、7種類もね、オプティマスいます。バンブルビーも4種類もあるしね。はい。まあ、ということで、ちょっと簡単系のやつからね、見ていきましょう。まずは、こちら。はい。コグパワーチェンジオプティマスプライムですね。はい。こんな感じの見た目になっております。で、今のところ、コグパワーチェンジは、はい。このオプティマス、バンブルビー、メガトロン、エアラクニット、で、こちら、センチネルプライムと、あとホイールジャックですね。はい。っていうこの6種類が発売されております。はい。まあ、ということで、最初ね、発売されていたこの2種に加えて、今回新たにこの4つがね、発売されました。ちょっとやってみますか。はい。まずバンブルビー。はい。こうやって開いて、で、コグをこのように展開してあげて、で、
このコグを押すと、はい、こうやって一瞬で戻るって感じです。で、ホイールジャックもバンブルビーと同じ構造になってます。はい、こんな感じで。一瞬でね、変形できるし、価格的にもお手頃なのでね、はい。なんか、ほんと、めっちゃ買いやすいおもちゃになってます。はい。じゃあ今回のこれ、オプティマスプライムとかね、どうなんだいって話なんですけど、これ変形のさせ方がね、ちょっと特殊で、一旦これ開きます。で、これを、こう、この、開く、で、押し込む。こうやって、はい。で、変形って感じになります。なので、このバンブルビーみたいに、この一瞬で、はい。このワンステップって感じではないですね。はい。若干コツもいるので、はい。で、こう開いて、で、押し込む。はい。こんな感じになっております。でも顔ね、ほら、顔とか塗装めちゃくちゃしっかりされてますよね。うん。オプティマスプライムというか、結構オライオンパックス味もある、ちょっと若々しいね、やっぱ顔になってますね。で、コグを上に上げると。でね、これ、特にね、ここ押してもね、変形戻らないですよね。その説明書があれなんですよ。箱の裏に書いてるんですけど、このロボットへの変形のさせ方しか載ってなくて、戻し方がね、書いてなくて、僕が編み出した戻し方はここの腰の部分を引っ張ると、はい、こうやって戻すことができます。はい。こうやってね、はい、これ一瞬で戻ります。もうだからこんな感じなのかな。ここ押してもね、ほら、何もならないので、ここかなと思います。で、コロもね、もうついてるので、こうやってコロコロさせることもできます。はい。じゃあ次、こちらね、はい、メガトロンですけれども、このメガトロンは、はい、こうですね。はい。こんな感じです。で、コグ出して、ここ押すと、また戻ると。はい。これも、こう、畳んで、こう。はい。もうこれも一瞬ですね、ほぼ。はい。まあ、2ステップぐらい。畳む、起こすの2ステップぐらいになってます。で、コグ。出してあげると。はい。いや、このメガトロンはもうだいぶ、ね、年月が経ったちょっと、まあ、老け顔というか、うん、ザ・メガトロンって感じですね。うん。はい。で、はい。これを押して、こう戻ると。はい。この、ね、劇中通りのこのタンク型になっておりますね。はい。これキャタピラとかも細かくて。あとこのコロもね、しっかりついてるので、これでコロコロさせることもできます。はい。じゃあ次、こちら。センチネルプライムで見ていきましょう。はい。これだいぶね、もう色合いはね、簡単な2色、オレンジと青になってますけど、これ変形のさせ方が、これを、こう、下に、ここ押さえて、羽を下にやるんだけど、はい。こう、結構、ギュッて、はい、やります。で、ギュッてやるとちょっと硬いので、個人的にはこう、開いて、こうパカって、もう手動で開いちゃうとやりやすい。はい。で、こう回転させてあげると、ロボットモードになります。で、コグを出して、押すと、はい。戻るんだけど、手で持ってると、絶対手にぶつかるので、一瞬では、こう、戻らないかなっていう感じですね。はい。こうやって押して、あ、やばい。戻らなくなった。はい。あ、こんな感じ。で、はい。戻すことができますね。はい。開いて、こうやって、くるっと回転させてあげると。はい。ね、今回だいぶセンチネルプライム、ね、X のトレンドにもなってるぐらいね、大人気キャラクターなので、ね、こうやって簡単なね、このコグパワーチェンジでも出てくれるのめっちゃ嬉しいなと思います。はい。このビークルモードはね、結構簡単な見た目してますけれども、このロボットモードね、はい。こうやってしっかりと色分けされてるし、顔もね、かっこよく造形されてるので、いいんじゃないかなと思います。劇中通りね。はい。こんな感じです。そして、はい。唯一の、はい。コグパワーチェンジのみに今商品化されてるエアラクニット。いや、これデラックス版欲しいね。はい。こんな感じの雲ですね。はい。いっぱい目があって、足が4本ありますけれども。はい。これね、変形させるときは、こうやって引っ張って、はい。開いてあげると。こんな感じで。で、真ん中を押してあげれば、はい。これでもう一瞬でね、ロボットモードにすることが
できます。はい。このしっかりとこの横にも目が造形されてるところとかね、劇中通りでめっちゃ細かいですね。はい。で、このコグを出して、で、押すと。で、押して最後、ここをカチッとね、ここにくっつけてあげるとコグが収納されてちゃんとくっつくって感じになっております。はい。こうやって開いてあげると。うん。いや、このね、足のこの鳥足っぽいこう長い感じとかもしっかり再現されてるし、塗装もね、されてるっていう感じになってます。いや、エアラクニットね、ほんとめっちゃいいキャラだったので、デラックス版も欲しいですね。はい。まあ、っていう感じが、コグパワーチェンジになっております。いや、エアラクニットといえばなんだけど、このエリータ1ね、エリータ1も、このバトルシリーズ、サイバトルのラッシュバトルですか？はい。このシリーズでしか出てないっていう。いや、これもちょっとね、あれですよ。ちょっとデラックス版出してください。エリータ1ね。はい。じゃあ次、このラッシュバトルね、やっていきましょう。これね、はい。ちゃんとこのビークルモードにも変形するっていうのが本当素晴らしいですよね。ちゃんとトランスフォーマーの世界観をね、はい。堪能できます。こうやって。はい。一応回転はする。はい。こんな感じになってて、これと、メガトロンと、あと、センチネルプライム。そして、こちら、オプティマスプライム。これ、載せてるだけですね。はい。こんな感じに。この4つと、あと、これね、はい、アルファトライオンとバンブルビーっていう6種類ですね。はい、3種類の6種類になっておりますけれども、はい。じゃあちょっとね、変形させていきましょう。これだいぶ簡単で、結構ね、固めに作られてます。多分、このバチバチ戦わせるから、ほら、こういう渋みとか結構固めになってます。その戦わせた時に誤ってこう動いたりとか変形とかしないように固く作られてるのかなと思います。で、ここにこうやってはめてあげて、で、こういう武器をこう持たせてあげると。はい。こんな感じになってます。これもね、しっかり色分けされてるし、顔の造形とかほら、めっちゃ細かいね、感じになってるのでね、はい、素晴らしいと思います。はい。じゃあ次、こちらね、メガトロン。これが、ここね、はい、展開してあげて、で、ここ押すと、はい、顔が出てくるって、こういう面白いね、変形ギミックとかも搭載してて、意外と変形もね、面白いんですよね。はい、こんな感じの見た目になってます。はい、この胸の、このディセプティコンのマークが、こう、シャッってこうやられてるみたいな、ね、模様になっておりますと。で、これもこうやってくっつけると。はい。で、メガトロンは、この、融合可能法みたいな、これをね、つけることができるんですけど、なんか、まあ、とりあえず、やってみますか。どうやって遊ぶかっていうと、これをハサミみたいにして、こう、ね、開いたり閉じたりすると、こうやって腕をね、こう、振り回します。はい。で、やっぱこういう長い武器持ってた方が、まあ、リーチはね、長いです。はい。まあ、こうやって、これをね、はい、持たせることができるので、じゃあこれでちょっとバトルね、やってみましょう。メガトロンとオプティマスプライム。じゃあ行きます。はい。いけはい。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 あー、はい。オプティマスプライム勝利って感じになります。この外れたら負けっていうね、はい、感じです。まあ、だいぶね、こうガシガシね、ぶつけても、まあ、いずれね、塗装とかはまあ剥がれてくるんでしょうけど、もうめっちゃ頑丈に作られてるので、うん、ほんとね、こうバシバシ戦わせて遊べるなっていう感じです。はい。じゃあ次、こちらエリータ1ね、変形させていきましょう。エリータ1は、ここだ。めっちゃ簡単でね、これ開いて、で、ここを後ろに持っていくと。はい。これでエリータ1ロボットモードになります。ね、これもしっかりね、できてるからね、これもデラックスクラスで出してほしいです。はい。で、これをやって、これもこうやってね、はい。ちょっとエリータ1ね、腕細め。はい。で、こう軸がしっかりしてるっていう。意外とこういう個体差があるのでね、うん。逆にこの腕の力はないけど吹っ飛ばされにくいみたいなね、感じかもしれないです。個人的に今んとここう、エリータ意外と吹っ飛ばされにくいんじゃないかなと思ってます。
はい、エリートは強って。オプティマスプライム、吹っ飛ばした。はい。ちょっとエリート1ちょっとティア1かもしれないですね。サイバトロンラッシュバトルで。はい。って感じですね。はい。で、次。こちらね、バンブルビーとかやっていきましょう。はい。ちゃんとね、ビークル再現されていて、ね、こうやってコロコロ転がすこともできます。で、こうやって開いてあげて、足を下に下ろすと。はい。これでバンブルビーロボットモードになります。これもね、簡単変形だし、ね、この、ね、これでも遊べるっていう、本当にプレイバリュー高いおもちゃになってますね。このロボットの見た目もね、めっちゃクオリティ高いですし。はい。で、こうやってくっつけて、で、腕にこれを持たせてあげると。はい。で、次。はい。こちら、センチネルプライムね。いきましょう。足外して、意外とセンチネルプライム、この工程がね、多いです。こうやって、で、腕を上に持っていって、で、下に体を下ろすと。はい。こんな感じ。マスクオン状態にね、なってるんですよね。なので、だから若干ちょっとモブ感がね、あるけど、でもね、結構他のやつがマスクオフ状態なので、こういうね、ちょっと差別化みたいなのあっていいんじゃないかなと思います。はい。で、これをこう持たせてあげて、で、これも戦っていきましょう。この背負い物の幅が広いとちょっと不利かもね。はい。これで、いけはい、あ、やばい、すごいバンブルビーが、避けてる、なんだこれ。はい。いけ。はい、バンブルビー勝利。こういう戦い方もできるんだね、バンブルビーは。はい。ビッグヤバトロン。はい。じゃあ、次は、こちら。はい。アルファトライオンですね。はい。あ、そう、アルファトライオンも結構変形がしっかりしてる。はい。この尻尾外して、この角外して、で、ここね、はい、ロック外して、下に腕を下ろすと。はい。で、この頭を、こう、引っ張って、下にヒンジでね、こうやってやってあげると頭が出てきます。こんな感じで。はい。変形も結構面白いんだよね。それぞれ違って。はい。で、これくっつけて、尻尾とか、あと、この角。この角をね、はい。こうやって持たせてあげると、これ意味あるかわかんないけど。はい。で、こうやって持たせてあげて、はい。戦うって感じですね。いきましょう。あ、やばい。ちょっと大丈夫か。はい。これをしっかりと持たせてあげた方がいいね。はい。で、持たせてあげて、はい、いきます。はい。アルファトライオンとバンブルビーのバトル。はい。どうなる？わー、はい。バンブルビー強いね。すごい。アルファトライオンを倒してしまいました。はい。という感じで、珍しいよね。このトランスフォーマーのバトルホビーっていう。結構このさ、なんか、バチバチさ、こう腕を振り回して戦わせる系のバトルホビー今流行ってるじゃないですか。なので、こうやってね、トランスフォーマーでも、このトランスフォーマー好きな人とかはね、この世界観でバトルが楽しめるのでね、いいんじゃないかなと思います。はい。という感じです。じゃあ、次はね、じゃあ、これいきましょうか。はい。これが、エネルゴングローバンブルビーっていうんですけれども、これの特徴としては結構クリアパーツ使われております。はい。これデラックスクラスのバンブルビーなんですけど、こっち、はい、エネルゴングローね、はい、だいぶクリアパーツ使われてて、すごい近未来感があるね、見た目になっております。じゃあ変形させていきましょう。これ、はい、高走行もね、スムーズにできます。これ武器外して、はい。で、ちょっと一旦これ、はい、こうやってくっつけといて、で、ここ、はい、ここのね、足を、こう、開きます。はい。足開いてあげて、はい、パカッと開いて、で、ここね、はい、このように、パカッとにして、後ろに、この部分を、はい、畳んであげて、で、ちょっと、すいません、光っちゃいましたけど、これを、腕ね、肩、前に向けてあげて、で反対側も肩前に向けてあげて、はい。これで、エネルゴングローバンブルビーロボットモードになります。はい。こんな感じで、めちゃくちゃ変形簡単になってます。で、はい。
この武器ですね。こうやって、この状態でね、このソードね、こうやって取り付けてあげたりだとか、あとは、はい、ここの上の部分ね、これ外して、この拳に取り付けることで、はい、この銃モードみたいにね、することもできます。はい。これね、だいぶクリアパーツ使ってて、その上からこうやってゴールドの塗装とか、このガンメタの塗装とかされててね、だいぶこのめっちゃ綺麗な感じになってます。そして、これまた素晴らしいのが、バンブルビーの多分顔の造形一番いいんじゃないかなと思います。劇中の雰囲気とかも見てね。はい。で、この真ん中の部分を押すと、この胸のライトが発光します。はい。こんな感じで。これだいぶちょっとすいません。カメラの都合上光量、めっちゃ光をね、取り込む設定にしちゃってるんでめっちゃ光ってるんですけど、肉眼だとね、ちょうどいいぐらいの感じになってます。このなんか若干、ね、はい、この青と、はい、青となんか若干紫っぽい、なんか色合いになってますね。はい。で、これ普通の青とかね、はい。なんかいろんなパターンでね、こうやって光らせることができます。音とかは出ないですね。で、これ、結構ね、可動とかもしっかりあるので、こう顔回転したりとかね。はい。なので、こうやってね、ポーズ取らせて遊ぶこともできますと。いや、これシンプルに、トランスフォーマー1の中で、バンブルビーどれ買ったらいいんだろうって思ってる人は、とりあえずエネルゴングローでいいと僕は思ってますね。はい。じゃあ、こっち、デラックスクラスね、はい、どうなんだいってところを見ていきましょう。はい。まずビックルの見た目こんな感じになってまして、はい。ここ、ね、コロコロさせることができます。確か劇中ではこのタイヤ黄色だったんで、劇中の見た目的にはこっちの方が近いのかなと、タイヤ的にはね、はい、思います。この後ろはね、ちょっと、ね、すごいこう、変形の都合上こうなってますけど、はい。じゃあ変形させていきましょう。はい。まずはこうやってね、はい。開いてあげて、で、これね、はい、引っ張って、で、上にカチッと取り付けてあげます。で、これを横に引っ張ってあげて、足をね、はい、展開しますと。で、腕を、はい、ここ、ロック外してあげて、はい、で、横に、はい、引っ張ってあげて、回転、反対側も回転させます。で、腰180度回転させて、で、このフロントの部分を下に、はい、こうやって下ろしてあげて、で、くっつけて、で、ここね、はい、パカッと開いて、バンブルビーの顔を出してあげれば、はい、これでデラックスクラスバンブルビーになります。はい、どうでしょうか。変形の手数とかね、変形のさせ応えとしてはデラックスクラスの方がね、変形させ応えありますね。で、これをこのようにくっつけて、はい、こう腕をね、銃にすることができたりとか、あとはこの武器ですね。これ最初ね、こうやって、なんかちょっと、このソード曲がってんじゃないのって思ったんですけど、これね、ここの腕につけてあげると、はい、ちょうど腕とまっすぐにこう、シュッとなってるっていう。あ、だから曲がってたんだなっていう、はい、感じの構造になってます。で、これもね、はい。さっきのね、このエネルゴングローは、この軸可動だったんですよ、首が。ね。なんですけど、こっちのバンブルビー若干のボールジョイントなので、こうやって上下にね、動かすこともできます。はい。で、ね、可動としてはこっちの方が、ね、もちろんこうやって、ね、回転、とかもあるので、腰とかも曲がるし、いろいろ動かすことはできるんですけど、個人的にこの表情ね、はい。こっちのエネルゴングローの方がちょっとにこやかじゃないですか。ね。なので、ちょっとね、予告編見た方ならわかると思うんですけど、バンブルビー、めちゃくちゃ陽気なね、キャラでずっと喋ってたんで、この、ね、こう、ちょっとかっこいい顔よりかは、こっちの、ちょっと親しみのある顔の方がいいかなって思いましたね。はい。で、さらにギミックみたいなのがありまして、ここの胸ですね。はい。この胸の部分だと外すことができて、この胸の部分を外してあげると、はい。これね、はい。なんと、コグ。はい。コグがしっかりと埋め込まれてることがわかるっていうね。はい。これ、いいよね。この今回のトランスフォーマー1の映画、だいぶこのコグとか、ね、
マトリックスとかそういうあたり、変形とかさ、がもうメインテーマになってきてるので、本当にね、コグパワーチェンジとかもね、本当いいんだよね。本当劇中再現というね、意味で。はい。って感じになっております。じゃあちょっとバンブルビーのね、商品すべて並べてみましょう。コグパワーチェンジとラッシュバトルと、デラックス版と、あとエネルゴングローですね。こんな感じになっております。まあ皆さんのね、それぞれ好みがあると思いますので、この中でなんか安いからこれにしようとか、変形面白いからこれにしようとか、見た目好きだからっていう感じで、もう好きな感じで選んでいいと思います。まあ劇中再現で言うとデラックスかな。うん。で、まあおもちゃとしてはエネルゴングローとか、ね、このコグパワーとか。で、ね、バトルやりたいならこのラッシュバトルかなって感じになるのかなと思います。はい。じゃあ、次は、こちらいっちゃいますか。はい。センチネルプライムです。はい。デラックスクラス、こんな感じの見た目になっております。センチネルプライムのこのデラックスクラス、だいぶ X でトレンドになってたからね。うん、みんな写真投稿してたけど、本当によくできてますね。この色分けもすごいよね。こんなに色数あって。はい。このね、エネルゴンじゃない、コグパワーチェンジと並べるとわかると思うんですけど、だいぶ色分けされてます。じゃあ変形ね、させていきましょう。まず、シールド外してあげて、で、ちょっとこの、ね、羽、どかしてあげて、ここね、ここの黒い部分でくっついてるので、これ外して、足を開きます。はい。で、このつま先出してあげて、閉じる。反対側も、はい。ここね、足開いてあげて、で、つま先出して、閉じると。はい。で、羽をね、畳みます。こうやって内側に畳んであげると。はい。で、こんな感じになってますと。で、ここ。はい。先端をパカッと。はい。ここね、ほら、ここの穴が出てくるっていう。5ミリ穴がね。はい。で、こうやって先端を広げてあげて、で、回転させて、下ろして、回転させて、畳むっていう、この手順ね。面白いね。はい。このですね、機種が腕になってるっていうね、はい、感じです。で、これを前に向けると。はい。そして、最後、ここ、パカッと開いて、はい、頭を取り出して、で、バックパックね、閉じてあげれば、これで、センチネルプライムロボットモードになります。はい。いや、だいぶこれ、いい顔してるんだよね。ほんと、劇中のセンチネルプライムと、ほんと、何ら変わりない。ね、まんま、ね、出てきたような顔してて、めっちゃかっこいいです。で、はい、さっき出てきた穴にね、はい、このシールドみたいな、これを取り付けることができます。で、この羽についてるこれはね、はい、こうやって手に持たせて、こう武器として、使うこともできます。はい、こんな感じになってますと。で、この肩についてるやつはこっちにね、はい、背中につけることもできますと。で、まあ一応ね、この羽こうやって外すことができるので、よりこうスラッとしたね、見た目にするってこともまあ一応できるっちゃできますね。はい。こんな感じになっております。いや、センチネルプライムね、ほんとだいぶいいキャラだったので、これ欲しい方ね、いるんじゃないでしょうか、結構。はい。いや、だいぶね、変形もね、手頃だし、このロボットの見た目、ほら、だいぶかっこいいんだよね。ほら、こんな感じで喋りそうだもんね。オライオバックス、よくやった、みたいなね。はい。こんな感じで。で、こう、可動もね、もうちゃんといろいろありますので、腰も回転するし、はい。こうやってね、いろいろポーズ取らせることができますと。これで飛行ポーズとかね、取らせたいですね。ここに穴あるのでね、スタンドとかにもつけられますと。はい。いうことで、はい。センチネルプライムのデラックスクラスね、こんな感じになっております。一応、じゃあこれもね、はい。他のセンチネルプライムと比べましょうか。はい。このコグパワーチェンジと、
あとは、はい、ラッシュバトル。センチネルプライム比べると、こんな感じになっております。ね、はい。こうやって見るとやっぱデラックスクラスが一番もちろんですけど、スタイルがいいんですけど、このコグパワーチェンジもね、ほんとしっかりロボットモードできてるので、このコグパワーチェンジも全然ありだと思います。はい。これはね、だいぶ差別化って意味で、いいんじゃないかなって感じです。はい。っていうのが、はい、センチネルプライムでした。はい。じゃあ、最後、ね、はい、最後行きましょう。こちら、はい、これね、これ、一番おもろい。一番おもろい。今日、レビューしてる中で、一番おすすめですね。一番買ってほしいなと思いました。はい。ということで、いろいろ出てます。今までに、ね、このビークルはいろいろ出てますけれども、決定版と言われている、はい、こちら、ブレイブコマンダーよりも、ちょっと大きい感じになっておりますね。はい。で、見た目もね、はい、だいぶ、この塗装とかが多いです。はい。で、こんな感じで、ちょっとポップな、ね、感じ、印象がありますね。こう、色合いとか、ね、見ても。はい。で、こう、いろいろ武器がね、ついてます。はい。じゃあちょっとね、これ、変形させていきましょう。はい。結構大きいので、はい。まずはこの上の部分ね、これ外します。もう外すと顔出てくるんですけど。はい。で、腕をこのように、はい。くっつけて下ろす。反対側も腕を横にね、くっつけて、はい。下ろす。で、足ね、はい。このように下に、こう、しっかりと。はい。くっつけるとこのギガ5号音がね、鳴ると。で、はい、このアックス外して、足を回転させて前に向けてあげましょう。はい。これで、オライオンパックスロボットモードになります。これ何がすごいかって、オライオンパックス、今のところ、これでしか手に入らないっていうところですね。他のやつ全部、オプティマスプライムなんですよ。なので、そのオプティマスプライムになる前のオライオンパックス、もうみんなが映画のキービジュアルとかで見てるやつ全部オライオンパックスですから、あれ手に入るのがね、このおもちゃだけなんだよね。はい。っていう。で、これをこの背中に、こっちか。はい。取り付けてあげて、で、一応武器とかね、はい。この横にこうやって取り付けておくことができます。はい。こんな感じですね。で、もちろんね、ちょっと、あれだ、拳をちょっと、こうですね。はい、腕。こうやって、ね、武器持たせることもできますよと。はい。こんな感じになっております。はい。で、これね、この真ん中のこの部分ですね。これを押すと音が鳴ります。Nice work. 英語ですけど、はい。はい、こんな感じで音鳴ります。はい。で、すごいのがここからなんだよね。はい。じゃあやっていきましょう。まずはちょっとこれを上に持ち上げてあげて、はい。そして、この部分、これを上に持ち上げます。で、この時にこの後ろの部分、これ外してください。じゃあ行きましょう。はい。なんと、このオプティマスプライムの顔が出てきましたと。で、これを上に持ち上げると、はい。これでオプティマスプライムになります。すごいよ。これすごいよ。本当に。めっちゃテンション上がりますね。はい。このさ、やっぱ映画見た後だと、これより、はい、テンション上がるよね。こうやって、この肩、これを下げると、はい、オライオンパックスに戻るんですけど、これを上に上げると、はい、一瞬でオプティマスプライムになるっていう。面白すぎるこれは。いや、これね、映画見た人はね、本当にめっちゃ感動するんじゃないかな。うん。だから今までやっぱブレイブコマンダーいいなって思ってたんですけど、これちょっと2つ合わせて買ってほしい。どっちもいいから。うん。って感じですね、これに関しては。はい。そしてさらに、
もう1段階あります。はい。で、ちなみにこの可動なんですけど、この顔をね、動いたりします。はい。もちろんこうやって動いたり。はい。で、The cog of conversion. I am Optimus Prime. The cog of conversion. I feel whole. はい。まあ、こんな感じで、この音声とかもね、変わります。ね。はい。じゃあ次のモードをやっていきましょう。はい。まずは、足伸びます。はい。こんな感じ。足が伸びまして、めっちゃ大きいんですけど、で、これどうやって変形させるかっていうと、これめっちゃ面白くて、腕横に広げて、このオプティマスをこう揺さぶるっていう。はい。じゃあいきますよ。はい。これでアルティメットパワーモードになります。いや、これはさ、もう大歓喜でしょ。ね、この姿は別に劇中に出たとかではないんですけれども、まあ、こうやってシールドにもできるしね、はい、ないんですけど、この遊びのこれよ、うん、すいません、こういう遊びがねできるっていう、しかも見てください、真ん中マトリックスがね入ってます。でこれはね、なんとこうやって外して、でこの手にねこうやって持たせることもできるっていう、ちゃんとね劇中のマトリックスっていうところも再現してます。はい。でここを押すと We stand together. We stand together. Prime power armor. はい、こんな感じでまた音がね変化してるっていう感じになります。いや、これはねめちゃくちゃ楽しいよ。本当にめちゃくちゃ楽しい。これずっと遊んでられる。なのでこれ本当におすすめです。はい。で戻すときはこれちょっと浮かせてあげて、で畳む。はい。畳んで後ろに持っていって、でここでカチッとねくっつけると。はい。そうすると戻ります。で足をこう縮めて、はい。でここ肩ねギュッとやると、はい、オライオンパックスにね、はい、こうやって戻りますということで、いやすごいよねこれ。いやだいぶオライオンパックスね見るとこうなんかすごいずんぐりしちゃってるけど、いやでもすごい、このオライオンパックスオプティマスプライムで、まあ、アルティメットパワー状態みたいな、このさらにビークルモードもあるから4つの形態にできるっていう、ちょっとプレイバリューエグすぎるね。ライト&サウンドギミックもあるし。だから今回ね発売した中で個人的にやっぱ一番このオプティマスプライムがね気に入りました。はい。時点でこのエネルゴングロバンブルビーとかかな。はい。まあ大きさ的にはね、まあねちょっとめっちゃでかいですけど、うん。まあこんな感じでね、はい、オプティマスプライム楽しめます。はい。まあ、てな感じでしょうか。今回発売されたやつね、全部レビューしましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。いやー、本当にトランスフォーマー1見てない人にはね、本当見てほしい。なんか僕も最初なんか今までのと違うじゃないですか。実写映画のね、実写映画で見てきた我々からしたらなんか CG だし、なんかちょっとその絵っていうか CG の感じもなんかちょっと今までのゴテゴテしたやつとはちょっとまた違うからどうなんだろうって思ってたんですけど、見たらこれは見てよかったと、思うので、多分見てない人は多分見たらもっと早く見ればよかったってなるぐらい本当に素晴らしい作品なので、本当ね見てほしい、見てほしいとしか言いようがないです。はい。ということで、はい、今回の動画はこんな感じになります。
一応ね、海外版ではあるんですけど、このスタジオシリーズメガトロンとか、あと、この B クールのトランスフォーマー1のやつとか、これ日本で販売なんかしなさそうな雰囲気あるんで、もう輸入しちゃったんですけど、とか、いろいろ海外版のトランスフォーマー1の商品もね、レビューしますので、楽しみにしていてください。はい、ということで今回の動画、以上になります。皆さんも何かね、これ買ったよとか、あと、これ、面白そうとかね、あったらぜひコメントしてみてください。ということで、いいなと思った方はぜひチャンネル登録、これから X、TikTok のフォロー、チャンネルメンバーシップも始めております。限定スタンプが使えたりとか、限定動画見ることができますので、あとグッズもね、販売しております。チェックしてみてください。ということで、以上、スタルケルでした。